今日は茶碗蒸しを作りました。美味しい。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は茶碗蒸しを作りたいと思います。はい、ということで今回はね、ベーシックな茶碗蒸しを作っていくんですけれども、ちょっと味わいに一工夫したとても美味しい茶碗蒸しに仕上げていきたいと思います。さらに蒸す方法なんですが、今回は手軽にお鍋で作っていきたいと思います。そしてですね、茶碗蒸しを滑らかに仕上げるコツなどもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、牛乳、お水、鶏もも肉、椎茸、かまぼこ、銀杏、三つ葉、だしの素、みりん、お醤油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、卵なんですが、こちらの卵に関しましては常温のものを使うようにしてください。そしてサイズは L サイズを使用していきます。そしてですね、今回のポイントは牛乳です。牛乳を少し加えていただくことで、とてもまろやかでコクのある美味しい茶碗蒸しに仕上がります。あと具材に関しましては、ベーシックに鶏肉、椎茸、かまぼこ、銀杏、そして三つ葉を使っていきます。この具材に関しましてはお好みのものを入れて作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、具材から切っていきます。最初は椎茸です。椎茸は軸を切り落とします。そしてね、だいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。ちょっと分厚めですね。このように切ってください。続いて鶏もも肉です。こちらはですね、食べやすい大きさに切ってください。で今回ね、少しね、大きめに切ってみました。こちらの大きさはお好みで変えてください。そしたらですね、こちらの鶏肉に軽く下味をつけます。こちら分量外です。塩コショウを振りましょう。はい、鶏肉の準備はこれで OK です。それでは続いて卵液を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして溶きほぐします。溶きほぐしたらここに牛乳を加えてください。混ぜましょう。はい、このように溶きほぐしてください。そうしましたら続いてお水の中にだしの素を入れていきます。そしてこれをよく混ぜましょう。しっかりとね、だしの素を溶かしてください。はい、綺麗に溶ければ OK です。そしたらこの溶かしただし汁を入れていきます。そしてここにお醤油、そしてみりんを加えます。お醤油に関してですが、今回は薄口醤油を使ってます。ない場合は普通のね、濃い口醤油を使っていただいて OK です。薄口醤油を使っていただくと卵の黄色みがね、そこまで濁らないので、今回は薄口醤油を使ってます。そしたらですね、こちらをよく混ぜましょう。はい、OK です。こちらの卵液をですね、一度こしていきたいと思います。そうすることでとても口当たりの滑らかな美味しい茶碗蒸しに仕上がります。ちょっと一手間なんですけれども、ぜひこちらの工程はやってみてください。それではね、こちらの卵液を茶こしでこしていきます。はい、そうするとですね、このように溶けきれなかった白身や、あとは卵黄膜を取り除くことができます。さらにですね、一度こしていただくと混ぜた時にできてしまった気泡なども取り除くことができます。卵液の準備はこれで OK です。ではね、容器に具材を入れていきます。まず鶏肉です。こんな感じ。そして銀杏ですね。こちら水煮です。そしたらね、ここにかまぼこを入れます。そして椎茸も入れましょう。はい、でこのように具材を入れたら卵液を入れます。はい、このように入れました。それではね、もう一つも同じように作っていきます。はい、容器に入れました。今回はですね、200ml の茶碗蒸しの容器2つ分と、あと余ったものはですね、別のね、耐熱の容器に入れました。だいたい 2,3 個分かなと思います。そうしましたらアルミホイルで蓋をします。では今からこちらをフライパンで蒸していきます。それではね、お鍋を用意してください。ここに一度ね、茶碗蒸しの容器を1つだけ入れてください。そしてここにお水を入れます。だいたいね、茶碗蒸しの容器が半分程度浸かるまでお水を入れてください。そしたらね、こちらを一度取り出します。そして一度このお水を沸騰させます。は
、沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。そしたらですね、このお鍋の中にキッチンペーパーを3枚ほど敷いていきます。熱いのでね、やけどしないようにだけ注意してください。このように1枚ね、かましていただくと、ゆっくり茶碗蒸しに熱が入って巣ができにくくなります。入れたらですね、ここにやけどしないように容器を入れてください。はい、OK です。ちょっとね、お鍋ギリギリなので、少しね、皆さんは余裕のあるお鍋を使っていただくといいかなと思います。今回2個しか入らないので、最初に2個蒸していきます。では、ここに蓋をします。そして火にかけます。火加減は弱火です。このまま8分蒸していきます。火加減はこのぐらいの弱火です。はい、今8分経ちました。そしたら一度火を止めます。そして蓋を開けます。やけどしないように一度アルミホイルを外してください。この時に茶碗蒸しを傾けて卵液が流れ出てこなければ OK です。最後ですね、蒸らしていくんですが、蒸らす前にちょっとね、彩りが寂しいので、かまぼこをもう1枚乗せていきます。はい、こんな感じで乗せました。乗せたらですね、もう一度蓋をします。この時もね、やけどには注意してください。こっち側もね、同じようにかまぼこを乗せます。もう一度ね、蓋をしてください。また火にかけます。で、一度これで再沸騰させてください。はい。で、再沸騰したら火を止めます。それでは最後ね、このまま蒸らしていきます。蓋をしたまま10分置きましょう。はい。10分経ちました。そしたら蓋を開けます。じゃん。はい。こんな感じでね、プルプルトロトロに仕上がってます。それではね、最後、三つ葉を乗せて仕上げたいと思います。はい、これで茶碗蒸しの完成です。こんな感じに仕上がりました。三つ葉をですね、最後このように乗せてます。こちらはお好みで乗せてみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。プルプルです。いただきます。美味しい。出汁が効いててすっごく美味しいです。そしてすっごく滑らかでとても美味しい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の茶碗蒸しのポイントです。まず茶碗蒸しの卵なんですが、こちらはですね、必ず常温に戻した状態で使うようにしてください。冷たい卵を使ってしまうと蒸し時間が長くなってしまって、その分酢が入りやすくなってしまいます。なので必ずね、常温に戻してから使うようにしてください。そして卵液を作る時のポイントです。今回はですね、牛乳を加えました。この牛乳を加えていただくと、まろやかさとコクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。なのでぜひ牛乳を加えて作ってみてください。そして卵液を作り終わったら、こちらの卵液は一度茶こしでこしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。この一手間をやるだけで仕上がりが全く違ってくるので、ぜひ一度ね、こちらもやっていただけたらと思います。そして蒸す時のポイントです。今回はお鍋を使って蒸しました。お鍋を使って蒸す時はですね、茶碗蒸しの容器を1つ入れていただいて、容器の半分ぐらいを目安にお水を加えてください。そしたら容器は一度取り出して、そして沸騰させてください。沸騰したらですね、キッチンペーパーを3枚ほど敷いてください。そうすることで茶碗蒸しにゆっくり火が入って、とても柔らかくて滑らかな仕上がりになります。さらにですね、酢が入ってしまうのを防止することもできます。その後はですね、弱火でだいたい8分蒸してください。ただですね、こちらの蒸し時間に関しましては、使う容器とか、あとは鍋の大きさでもね、適正な蒸し時間が変わってくる場合があります。なので8分経ったら一度蓋を開けて、やけどしないようにね、肩を傾けて卵液が流れ出てこないかチェックしてみてください。この時にもしまだ卵液が流れ出る場合はプラス2分ずつ加熱してみてください。そして蒸し終わったらその後蒸らすんですが、蒸らす前にですね、今回上に彩りでかまぼこを乗せました。かまぼこはですね、中に入れると沈んでしまうので、ある程度固まってから乗せてみてください。そうすることで表面に綺麗に出すことができます。あとはお好みで三つ葉を散らして召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は茶碗蒸しを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。